この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日はアンカーの USB 充電器の新旧対決をやっていきたいと思います。こちらの充電器です。左はアンカーナノ2 45W、約5年前に発売された窒化ガリウム GaN を使った USB 充電器です。発売後5年経過していますが、未だに売れ続けています。こういった移り変わりの早いガジェットでは割と驚異的なロングセラー商品です。右が新しく発売されたアンカーナノチャージャー 45W です。こちらは2025年5月に発売されました。ちょうど5年後に似たようなスペックで新しい USB 充電器をアンカーは出してきたわけですね。公式にはアナウンスされていないんですけども、こちらのナノチャージャー 45W がナノ2 45W の後継機種ではないかと一見は思っています。今回は外観的な違いであったり、USB 充電器としての性能がどれくらい変わったのかというのを検証していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。プリント基板というとこういった緑色の硬い基板を想像しますが JLC-PCB では柔らかいフレキシブル基板も作れます。ウェアラブル機器やより柔軟性の高い部品配置でフレキシブル基板はほぼ必須となっています。今現在フレキシブル基板を多くの人に使ってほしいということで価格をかなり下げて製造しています。100×100mm が5枚で$2からかなり安いですね。フレキシブル基板を補強するための補強材もいろいろ選べて、ポリイミド、FR4、ステンレス、3M テープ、さらに EMI シールドフィルムも選べるようになっています。フレキシブル基板のクーポンも概要欄のリンクで配布していますので、皆さんもぜひいろいろ作ってみてください。まずはこの2つの充電器の価格情報を見ていきます。アンカーナノ2 45W は Amazon での販売価格は3990円です。セール時には1000円割引の2990円になることが多いようです。今はプライム感謝祭なのでさらに安くなって2790円でした。やはり安い時に買うのがおすすめですね。次は新しく出てきたアンカーナノチャージャー 45W です。Amazon での販売価格はナノ2と同じく3990円です。セール時は2690円まで下がることが多いようですね。こちらの製品名をよく見てみるとどうやら USB ケーブルもついています。セール時の2690円で、しかもケーブルがついているなら割と大満足の価格かと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。ちなみに通常時の3990円はちょっと高いと思います。製品のコンセプトや付属品なんかを見てもナノチャージャーの方はこれまで急速 USB 充電器を使ってこなかった人が USB ケーブルまで含めてトータルで使えます。そんな製品なのかもしれないですね。こういった急速充電器には窒化ガリウム GaN がよく使われるんですけども、ナノ2では GaN を使ってますって結構アピールしてあったんですが、こちらのナノチャージャーではさりげなく書いてあるだけでそこまで強くアピールはしていないです。最近の USB 充電器は GaN を使うのが当たり前になってきているので、大きなアピールポイントにはならないと考えているのかもしれません。概要欄にですね、今回検証する製品も含めておすすめの USB 充電器の Amazon 購入リンクがありますので、気になった人はぜひチェックしてみてください。次は外観、主に大きさを見ていきます。左がナノ2 45W、右が新しく出てきたナノチャージャー 45W です。幅であったり、奥行きであったり、高さであったり、そういった全てが小さくなっていますね。ただ本当にびっくりするほど小さくなったかというと、まあそんなでもないかなという印象です。というのももともとナノ2 45W 自体がかなり小さく設計されていたからですね。USB 充電器として考えると両方ともものすごく小さいとは思います。ナノ2の段階でもそうですし、新しく出たナノチャージャーでもそうだと思うんですけど、多分かなり企業努力したのかと思います。プラグはどちらも折りたたみ式となっています。あとナノチャージャーなんですけど USB-C のケーブルが付属しています。ケーブルの長さは 1.8 メートルと長めのものが付いていますし、ケーブルの太さや品質なんかも問題なさそうです。一応 20V5A100W まで対応しているケーブルとなっています。ただケーブル単体で売られているものと比べるとケーブル自体の柔らかさなんかは今一歩ですね。サイズ感の比較のために小型 30W の充電器も用意しました。今回新しく出たものはサイズ感的に 30W 版より少し大きいぐらいの感じですね。特に高さ方向が今回小さくなったので見た目的に小さくなったように見えます。
ちょっとこれは余談になるんですけど、アンカーは USB 充電器非常に多く出しているんですが、製品の命名法がゴミすぎて、製品の特徴が製品名から非常に読み取りにくくなっています。このあたりアンカーは CIO を見習った方がいいですね。次は充電器としてのスペックを見ていきます。この裏面に書いてあるやつですね。2つとも PD 充電と PPS に対応していて、最大 45W 出力です。ナノ2の PPS は2種類あって、3.3V から 16V の 3A。もう一つは 3.3V から 21V の 2.25A です。まあよくある PPS かなっていうところですね。一方でナノチャージャーの方はどうかというと、PPS は3種類に増えています。5V、11V の 5A。二つ目が 4.5V から 21V の 2.25A。もう一つが 5V から 16V の 3A です。PPS の場合に限りますが、ナノチャージャーは最大で 5A まで流せるようになりましたね。そこまで大電流が必要になる場面があるかは別として、これについては性能は上がったと言って良いのではないでしょうか。ここからの検証はさらに深掘りしていって、電力変換効率の測定、性能指標の比較、発熱について見ていきます。まずは電力変換効率の測定についてです。これはコンセントから来た電力をどれだけ効率よく USB で使う電力に変換できるかを示すものです。まずはこちらナノチャージャーの結果です。横軸が出力電力、縦軸が電力変換効率です。やはり全体的に変換効率は高めで 90% 超えは当たり前です。最高効率は 91.7% となって 45W クラスの充電器ですと結構いい方です。まあアンカーはね、製品自体がかなりいいのでこういう結果になります。次はナノ2 45W ですが、こちらもほとんど同じ結果となりました。効率の傾向なんかもほとんど同じですね。最高効率は 91.4% です。新しく出たナノチャージャーの方が最高効率 0.3% ぐらい向上していますが、劇的に改善しているわけではありません。次はスペック比較です。比較表を作ったので見ていきます。ナノチャージャーの方は外観からわかる通り小型化していますので、体積、表面積ともに小さくなっています。それぞれ 29%、21% 減ですね。小さくなって使う部材が少なくなった分軽くなっています。体積あたりの電力も見てみます。これは充電器1立方センチメートルあたり何ワットの電力を出力できるかを示したものです。この数字が大きくなるほど充電器としての性能は高くて、この数字が1を超えてくると割と小型でハイパワーな充電器となります。新しく出た方は1を超えて 1.16 となっていて、スペック上の数値はかなり良くなっています。それと同時に表面積は減っているので、放熱についてはかなり厳しくなるのではないかと予想しています。今回新しい性能指標も作ってみました。表面積を電力損失で割ったものです。電力損失は実際に実験で測定したもので、一番損失が大きいものを使っています。USB 充電器の放熱なんですけども、内部で発生した熱を本体表面まで熱伝導して、それを空気の対流によって放熱します。なので表面積と電力損失の計算で、その充電器がどれくらい放熱に余裕があるかがわかります。この数字が大きいほど放熱に余裕がある充電器です。実際数値を見てみると、ナノチャージャーはナノ2に比べると表面積小さいので、放熱については厳しくなりそうな予感がしています。ここからは実験検証に移ります。まずは発熱についてです。20V 45W 出力している時の温度をサーモグラフィーで見ていますが、75度程度まで温度上昇しています。ちなみに過去動画からの引用になりますが、ナノ2 45W の最高温度は70度程度です。やはりナノチャージャーは小型で放熱も厳しいと思うので、このくらい温度は上がってしまうようですね。今は 100% 負荷で使っているので温度上昇かなり激しいんですけども、50% 負荷であったり、それよりも低い負荷であるならば温度はさらに低くなります。一般ユーザーがスマホを充電するくらいであれば温度上昇については全く気にする必要はないです。パソコンの給電くらいだとちょっと厳しいと思います。次は最近の小型な USB 充電器によくあるサーマルスロットリングによる加熱保護が働くかも見ていきます。今回はこちらのセットアップで実際の使用状況を再現するために疑似壁コンセントを使いました。温度測定は熱電対で行いますが、一番発熱する部分に銅テープで熱電対を固定しています。こちらが実験結果です。少しわかりにくいグラフですが一緒に見ていきます。まず横軸が実験を開始してから何分経過したか。
左側の縦軸が充電器の温度、右側の縦軸が充電器の出力電力です。温度は実験開始直後から上昇を始めて、60分程度で最高温度の70度に到達しました。その後は発熱と放熱が並行して一定の温度を保ち続けています。出力電力を見てみると、温度上昇しても 45W を保ったままです。このため実験結果を見る限りですと、サーマルスロットリングなどの保護動作は作動していないようですね。ただ USB PD のソースケパビリティを見てみると、温度上昇すると PPS の動作はできないようになっていました。ここで追加実験もしてみます。充電器をタオルでくるんで放熱を妨害し、わざと温度上昇させています。そうすると表面温度は90度を超えたんですけども、特に保護動作などは効かず 45W 出力したままです。高温になっても 45W 出力し続けるっていうのはいいんですけども、ここまで温度上昇するとさすがに保護動作してほしいとは思います。皆さんどうでしょうか？アクティブシールド 3.0 とかいう機能で温度管理してくれているみたいなんですけど、どういう条件で動くのかは不明ですね。PPS 動作は止めるみたいですが、出力電力を下げるような動作となるには、さらに温度を上げるのか、そもそも電力を下げるまたは止める仕様になっていないのかは不明です。ちなみにナノ2 45W の方は時系列の温度データは取得していないんですけども、ナノチャージャーと同様サーマルスロットリングは発生しません。ここまで見てきましたが、本体サイズが小さくなったことと PPS の種類が増えたこと以外はほとんど同じです。本体サイズが小さくなった分、温度上昇については目をつむるしかないですね。とは言いつつ 100% 負荷で使い続けなければ温度上昇はあまり激しくはないので、スマホの充電くらいに使うのであれば全く問題なしです。価格については両方とも同じで、ナノチャージャーの方には USB ケーブルが追加でついてきます。なので今から買うのであればこちらのナノチャージャーの方が明らかに良いです。完全にナノ2の上位互換になっているかと思います。繰り返しになりますけど、概要欄にリンクありますので、興味のある人ぜひ見てください。ここからですね、ようやく分解していきます。とりあえずコンセント部分だけ取ったんですけど、すでに中身たっぷりって感じですね。熱伝導系の素材がたくさん入ってます。取り出した中身はこんな感じです。熱伝導系の材料がぎっしりとしていますね。まずはこちらなんですけど、これはプリント基板については熱伝導シートが貼られているようですね。青白いシートがプリント基板に貼られていました。プリント基板以外の部分については部品の間を充填するように、この灰色の熱伝導シリコーンが充填されていました。こちら見てほしいんですけど、こちらのシートですね。これはグラファイトシートです。新旧の違いについて、ナノ2は基板が4枚構成だったのに対して、ナノチャージャーは2枚構成に減っています。より最適化してよりコンパクトにするために基板の枚数を減らしたんですかね。ちなみにナノチャージャーの熱伝導系材料の重さは 11g ちょいなので、全体の重さの約 20% を放熱材料で占めていることになります。このくらい小型のハイパワー USB 充電器ではいかに放熱が重要かというのがわかるかと思います。次ですね、内部に使われている部品も見ていきます。まずはこちら、ガンフェット内蔵のフライバックコンバーター IC です。サウスチップ製です。ナノ2 45W はこの部分にアメリカ企業であるパワーインテグレーションズのフライバックコンバーター IC を使っていたんですけど、このあたりはすっかり中国メーカーに置き換えられてしまいましたね。こちらは USB PD コントローラーです。こちらもサウスチップ製です。そのすぐ下にあるこちらの部品、虹川同期整流 MOSFET です。読み方はよくわからないんですけども、中国メーカーのものを使っていました。あとは電解コンデンサ類ですね。こちらはすべて JSH でまとめられています。105度品です。これもやはり中国メーカーなんですね。やっぱり部品の地産地消っていう観点からも自国で部品を賄うようにしているのかと思います。やっぱりですね、中国メーカーの部品って安いんですね。そういったのも効いてるかと思います。はい。というわけで、アンカーの USB 充電器の新旧比較をやってきました。ある程度予想はしていましたが、やはり新しく出てきたものが上位互換でしたね。ですので、今更古いナノ2の方を買う理由はないかなとは思いました。ただ古い製品の方が市場に投入してそれだけ生き残っていますので、実績とか信頼性なんかは古い製品の方に軍配が上がりますね。た
ただ、アンカーも新製品を出すにあたって、そのあたりの信頼性評価とかしっかりとやっているかと思うので、やっぱり新しい製品の方がいいですね。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。